さんこんにちは。今日は 80A の 3mm のパイプをこのように軽く糸面を取ったぐらいの状態で溶接をしていきます。前回一層仕上げの動画ではターンテーブルを使用したのですが、今回は4分割で溶接をしていきます。でタングステンの長さがだいたい 6mm ぐらい出した状態で溶接をしていきます。ノズルは7番を使用します。それでは溶接動画の方を見ていきましょう。今回電流は 160A にして棒は 1.6mm を使用していきます。今回も一層仕上げの方法を解説しますが、詳しく知りたい方はこちらの動画を見てみてください。概要欄にもリンクを貼っておきます。で前回の動画より電流が20高いと思うんですが、今回は4分割で溶接をしていきますので、真横などは少し下向きよりも出づらいので電流を20ぐらい上げています。で今回の一層仕上げの方法は僕が普段メインにしている溶接の仕方なんですが、次はローリングで連続で一層仕上げをする方法や、ストレートで一度もアークを切らずに一層仕上げをやっていく方法も紹介できたらなと思います。で今回の方法を軽く説明しますと、アークを出しプールがしっかりと広がり、プールが揺れ始めて軽くへこんできたなと思ったら、その時にすぐに棒をグイッと押し込んでヨモリを膨らますというやり方です。で質問などでヨモリが膨らまないって言われたり、逆に裏波が全然出ないって言われたりするのですが、へこむのを待てば裏波は出ます。で逆にヨモリが高くならない人は炙りすぎてしまっています。なのでしっかりとプールが揺れ始め、軽くへこんできたらすぐに棒を押し込んで進行していくというのを繰り返してください。炙りすぎた状態で棒を押し込んでもそれは裏波に出続けてしまうだけなのであまり意味がないので、裏波が出たなと思ったらすぐに押し込んですぐにアークを切り冷やすという感じでやっていくとしっかりとしたヨモリが出ます。それと今回パイプとフィッティングが合わさっている時にフィッティング側の方が板厚が少しあり寝違いが起きた状態の時があると思うんですが、そういう場合での綺麗な裏波の出し方もこの後に紹介していきます。なのでパイプが寝違いをしていて寝違いしている側の裏波がなかなか出ないという方などはこの後に解説する方法をやってみてください。あと一層仕上げでも RT 検査は通るのですかという質問があったのですが、一層仕上げでも RT 検査などは裏波さえちゃんと出ていれば問題なく通ります。で一層仕上げは二層仕上げの時とは違い、継ぎ目がヨモリが膨らんでいるのでなかなか裏波が出にくいので、継ぎ目の部分はしっかりと炙ってしっかりと揺れるのを待ってから進むようにしてください。そうしないと一層でヨモリがある分なかなか裏が出ないので、すぐに進んでしまうと裏が全然出ていない状態が続いてしまいます。なので今回みたいな4分割の方法ですと4箇所つなぐ箇所があると思うんですが、4箇所の裏波が全然出ていないという状態になりやすいので、しっかりとつなぎの部分は炙ってください。あと最初のスタートで真横からスタートすると思うのですが、真横だけは棒の量は少なめにしてください。真横は棒ちょっとの量でもしっかりとヨモリが膨らむので、あまり入れすぎてしまうとそこの継ぎ目の裏波が全然出なくなるので、少ない量で薄くつけてください。で今流れているのがビードとビードが最後つながった時の映像です。このように幅があまり広がるようでしたら軽く切りながら幅を整えていって炙って裏波をつなげていきます。はい、これで一層仕上げが終わりました。で今回パイプが変形していたのでちょうどよく段違いになっていたので、その段違いの時でも綺麗に出す方法を紹介していきたいと思います。今回はわざと段違いをしていない時と同じようなやり方で溶接をしています。なのでこの後裏波を見ていくのですが、裏波が段違いしている側は全然出ていないのがわかると思います。ちょっと仮止めはしていた人が失敗していたので少し湧いていますがご了承ください。でここが板厚が違い寝違いが起きている場所になります。このように寝違いなどがある時に同じ方法でやってしまうと他のところは出ていても寝違いしているところは
このようにちょっと溶け残りがある状態になります。なので今の根違いがある時でもきれいに出す方法としましては、しっかりと炙り続けて出すのもいいんですが、先ほど言った通り炙り続けてしまってから棒を入れてもよもりが全然膨らみません。なのでこういう時にどうするかというと、ちょっと紙に書いてみたんですが、プールをこの水滴だと思ってください。で、例えば屋根などの板などにこのように水滴がついているとします。で、一粒の水滴では落ちずにずっと屋根などについている状態なのですが、水滴と水滴がこのように合わさった時に水滴が大きくなって重力で下に落ちます。で、今回は水滴でしたが、プールも同じです。プールも幅を出してあげると重さで下に下がりやすくなるので、裏波がきれいに出やすくなります。水滴と水滴が合わさって大きくなったら重さで下に落ちると同じように、プールも幅が広くなれば裏波がどんどん出やすくなります。なので裏波がなかなか出せない方やしっかりと出したい方は幅を広げてあげてみてください。そうすれば重さですぐに裏波は出るようになります。で、今回切った時の進行方法はこのようにフランジなどが近くてやりづらい方向の時はローリングで進行していました。で、このようにストレートでいっても何も手の当たるようなものがないところではこのようにストレートで進行していきました。この進行方法はどちらでもいいのですが、僕はこちらの方が早いのでローリングをせずにこのように進行していってます。ただし先ほどの映像のようにフランジなどが近くてストレートだとちょっと安定させにくいようなところではローリングで進行していってます。ローリングだとパイプに固定できているので一定のピッチの進行がしやすいからです。で、裏波が出た瞬間に棒をしっかりと送っているのでこのようによもりもある程度は出ています。なので裏波が出たなと思ったらすぐに棒を入れてアークを切るというのを意識して溶接してみてください。そうすればある程度のよもりが膨らむと思いますので綺麗なビードになるかなと思います。一発仕上げをしてもよもりが膨らんでいなかったら結局2層目を盛らないといけなかったりしてあまり意味がないので、このようにしっかりとよもりを膨らます意識をしてみてください。はい、今回の動画でのポイントは、裏波がなかなか出ないような場合の時はプールを水滴だと思い幅をしっかりと出し重さで裏波を出していくというのを意識して溶接をしてみてください。そうすれば多少の根違いがあっても綺麗な裏波が出てくれるのでいい方法かなと思います。はい、それでは今日も最後まで視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方もお願いします。